小林義嗣先生、私の師匠で、私北海道大学の時に小林先生に出会ってからもう20年以上のお付き合いになるんですけれども、ウズベキスタンの調査も小林先生も一緒に来てもらってずっと毎年調査を続けてます。で小林先生やっぱりすごい、今でも本当にすごいなって改めていつも会って一緒にフィールド行くたびに感じるんですけど、化石を見つける能力というか目ですよね。私がどんだけ1時間砂漠を歩いてもこれっぽっちしか見つけなかったとしても、小林先生がもうどんどんすごい化石を見つけていくんですね。さすがファルコンズアイと呼ばれる化石ハンターなだけあって、やっぱちっちゃい時からずっと化石を探すっていうトレーニングをされてて、やっぱりちょっと新たに化石を採取を始めたから、これ近づけるようなもんじゃなくて知識とか経験みたいなのがずっと体に染み込んで、なんとなく心の辺にありそうみたいなのを小林先生は的確に情報を読んで見つけられるんですよね。これって化石やってる人のよく言うんですけど、匂うよねっていう。匂う、匂う、なんか匂うねとか美味しそうだねっていう表現するんですけど、なんか感じるんですよ。パッと見た瞬間にわこれ匂うなっていうのは、ここにありそうだなっていうとか、この石美味しそうだなって言い方するんですけど、これ化石ってそうだなっていうのをなんか直感的に、理由は分かんないですけど直感的にありそうっていうのは感じたりしますね。そういう意味では私には絶対にかなわない部分を小林先生は持ってらっしゃるんですけれども、ただ小林先生はすごいお茶目で面白い方なので、一緒に調査してると、お互い補いながらっていう感じでいつも楽しく調査を続けてます。小林先生が大事にしてるのは、例えば化石を探していても見つからないじゃなくて、見つからなかったじゃなくて、そこには化石がないということが分かったっていうふうに小林さんいつも言うんですよね。つまり見つからないって言っちゃうと、もうなんかマイナスのイメージで結局時間を無駄にした、労力を無駄にしたって思えちゃうんですけど、そこには化石がないことが分かったってなると一歩前進してるんですよね。ここの場所ではもう化石があまり見つからないから、じゃあ次の場所を探そうって言って思考の切り替えができるわけですよね。その辺のポジティブさって小林先生すごくて、ここに必ず恐竜はあるっていう前提からスタートしてます。でそうすると今日見つからなかった、その次の日も見つからなかった、そうすると普通ってなんだよもうないのかってなるんですけど、そうではなくて1日絶対に見つかるってなった時に、例えば10日間いたら1日過ぎてもし見つからなかったら、あと残り9日間9分の1になります、見つかる確率が。でそのもう次の日も見つからなかったら今度8分の1ってどんどん確率が上がってくるので、次の一歩で見つかるかもしれないっていう変な興奮状態になるんです。見つからなければ見つからないほど確率が上がってきたっていうので、マイナスなイメージと思われるようなこともプラスに捉える力っていうのをすごく感じますよね。でそれ私もそばでずっと見てきて、なるほどそういう考えがあるのかっていうのはいつも気づかされて驚かされます。ちょっと少しずつは私もそうしたいなっていつも感じてます。研究もそうなんですね。なんか私がいくら説明しても、自分の研究を説明してても小林先生がスーッと理解して、小林先生が説明してる方がなんか分かりやすいし面白く聞こえちゃうんですよね。なんか羨ましいなと思いますよね。論文としてはすごい地味な論文を書いてるんですけど、個人的にすごく思い入れのあるお話で、私が小学生の時恐竜が好きな少年だった時に、私名古屋出身なので中日新聞に岐阜高山から恐竜の卵化石発見かみたいな新聞記事が出てたんですね。で旅館のオーナーが、高山のオーナーが卵化石を持っていて、それが出どころはよくは分かんないけど、もしかしたら岐阜から出たものじゃないかっていうふうに言われてて、日本初の恐竜の卵化石かって、恐竜が日本でも繁殖してたんじゃないかみたいなことが、私が子供の時にニュースがあって新聞記事があって、それ大事に僕取っていたんですね。すごく鮮明に記憶が残っていて、でそれから大人になって恐竜の卵を研究するようになって筑波大学で働いていて、ある日岐阜県の博物館の方が私のところにやってきて、この卵化石どう思いますかって持ってきたのがその時の卵化石だったんですね。で
私も当然見覚えあるからあこれはってなったんですけど、それ以降研究が進んでなくてちょっと田中さんなんか調べてもらえませんかって聞かれたんですね。でこの卵化石がもうパッと見で私には中国で見つかる卵化石にしか見えなくて、ちょうどその前年とか前々年ぐらいに中国の大連遼寧省で卵化石を調べに行ってるタイミングがあって、で中国の先生と一緒に卵を調べていくときにその岐阜の卵とそっくりな卵を見てるんですね。ただその時に大連の博物館の方に言われたのが、なんか大事な木箱に丁寧に、保管された卵を持ってきて「この卵化石ちょっと君調べてくれない？」って言われて、これ実は日本人が見つけた卵化石なんだよって。遼寧省だと今から100年ぐらい前に満州鉄道建設の時に日本人が工事をしていて、その時に工事現場から出てきた卵化石だって言って、でそれがちゃんと今も残ってるのがいくつかあって、でちょっと調べてって言われて、で私それを論文に書いたことがあったんですけど、その卵とそっくりなのが岐阜で私に見せてもらった卵だったんですね。これ種類はおそらく同じで、日本では見つかっている実績がないんですね。で岩石の感じ、卵化石の保存状態の感じも中国のにそっくりなんですね。でその卵化石を、所有していた旅館のオーナーの方がまだ、ご存命で、岐阜の博物館の方と一緒にちょっと話を聞きに行って、で旅館のオーナーの方もその卵を譲り受けていて、でもともと持ってた方はもうすでに亡くなっている方で、実際どんなふうに、どういうところから出てきているのかっていうのは実際分かってないと。ただ岐阜県から見つかった卵じゃないかっていうふうにその方はおっしゃってたんですけど、おそらく岐阜の卵化石は1950年代にはすでに存在していたですね。ちょうど譲り受けたのが、それぐらいの時期で、1950年代っていうと卵化石ってまだ世界的にもそんなに知られてない時代で、例えば中国でも卵化石、その種類の卵化石が見つかった地点って数件しかないんですね。このなんとか省なんとか省みたいな、そのうちの1個が大連遼寧省が含まれてるんですけど、民間人が卵化石を入手できる場所っていうのは実はその中では遼寧省ぐらいしか残ってないんですね。私の推測ではこれもう憶測なので正解かどうかわかんないですけど、何かの類で、日本人の方が工事からの時に出た卵化石を譲り受けて岐阜に渡ったんじゃないかというふうに私は思ってるんですけど、それ証明する方法がなくて、もし本当に岐阜から見つかった可能性もゼロではないので何とも言えないんですけど、だからそこら辺は論文に書かないで個人的にはそうなのかなっていうふうに思ってるだけで、そうするとなんか満州鉄道の時の卵化石がってなるとなんか日本の歴史ともちょっと関わってくるし、実際大連省で卵化石が見つかったっていうのは古い論文に出てくるんですね。1920何年かの論文に卵化石が見つかったっていうのがちゃんと東京帝国大学の起用かなに出てきていて、その論文書かれたのが矢部久勝先生という日本古生物学の父みたいに言われてる方が研究されて、当時としてはよくこんな詳しく調べたなっていうぐらい本当に最先端の研究でやられてて、私すごい感銘を受けたんですけど、すごいいい論文で、実際最初にその大連で卵化石が見つかったのが1922年とかそれぐらいって書かれてるんですね。で恐竜の卵化石が実は世に知られるようになったのって、世界的に卵化石が恐竜の卵が見つかったっていう話題になるのはそのちょっと後なんですね。モンゴルゴビ砂漠でアメリカ自然史博物館の研究チームが、モンゴルで大規模な調査を行って、ロイ・チャップマン・アンドリュースってすごい有名な、歴史的な方がいるんですけど、その時人たちがモンゴルで卵化石を見つけて、でそれが世界中に広まって恐竜が卵を産んでたっていうのが分かるんですけど、その直前ぐらいに実はその大連の卵化石が見つかってるんですね。そうするとちゃんと科学的に恐竜の卵化石が見つかったっていうのは実は日本人が見つけてて日本人が研究してるっていうのがおそらくあって、なんかそれ考えるとすごいなんか歴史と私たちのやってることが歴史とつながるし、卵化石のサイエンスでもあるし、なんかこう研究と歴史がリンクするところみたいなのがあって、すごいなんか個人的には面白い研究だったなって思うんですけど、真相は闇の中なんですけど、
そんな取り留めない話なんですけど、そんな研究でしたあれは。はい、この歴史とサイエンスが交わるところっていうのはすごく私興味があって、これも私とは全く関係ない研究なんですけど、空想上の神話の生き物でグリフィンって分かりますかね。ハリー・ポッターのグリフィンドールのグリフィンですけれども、体が獅子の形をしていて、顔がワシみたいなで翼があってっていう伝説上の生き物なんですけど、これの元ネタになってるのがプロトケラトプスっていう恐竜じゃないかっていう説があります。でこれがこのグリフィンが広まっていったのがちょうどシルクロード沿いで、東から西に伝わっていったみたいなんですけど、東の先っぽの方にゴビ砂漠があって、ゴビ砂漠で恐竜化石がたくさん見つかるんですけども、特にたくさん見つかっている恐竜でプロトケラトプスっていうのがいます。これすごく綺麗にもうそのままその場で死んだみたいな形で見つかる化石もあるぐらい、保存状態いいのがあるんですけど、プロトケラトプスの化石ってちょっと顔がでっかいくちばしがあってワシみたいな顔をしていて、フリルっていう襟飾りがついてるんですけど、それがちょっと翼に見えなくもないと。で体の大きさがちょうどライオンぐらい、獅子ぐらいで、指があって爪があってっていう、確かにグリフィンにちょっと似てなくもないっていうのがあるんですね。もしかしたらグリフィンの伝説っていうのはプロトケラトプスが、元ネタというか、それが始まりになってんじゃないかっていうふうに考えてる人もいて、これはこれですごい面白いなと思うんですよね。恐竜研究がこんなところでつながっていくのかっていう。どこ？お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しは検索より相談だ。エイブル。で実際今私たちが、モンゴルゴビ砂漠、私は行けてない、小林先生が毎年重点的に研究されてますけど、ゴビ砂漠があって、中国があって、中央アジアがあって、でウズベキスタンがあって、で私去年トルクメニスタンっていう国にも行って、トルクメニスタンでも研究してるんですけど、やっぱりシルクロード沿いですよね。でこの地域っていうのは恐竜研究でもやっぱり重要で、東アジア、モンゴル、日本、中国っていうのは、要は大陸の一番端っこで、中央アジア、ウズベキスタン、トルクメニスタンっていうのは今度当時の西側の端っこなんですね。ヨーロッパ島として点在していたので、実は海岸線沿いがウズベキスタンにあって、大陸の一番端っこと。そうするとモンゴル、小林先生が重点的に研究されてて、で、小林先生も一緒に今ウズベキスタン研究されてて、東と西を抑えることができたら、ユーラシア大陸全体の恐竜たちの進化の歴史みたいなのが今度分かってきて、当時のシルクロードを今私たちは追いかけてるんですね。で恐竜たちがどうやって東から西、あるいは西から東へ渡っていったのかっていう白亜紀のシルクロードを追いかけることで、恐竜たちの進化の歴史を探るということをしています。研究はまだ始まったばかりなので、これから何か新しい発見をどんどんしていきたいなと思ってるんですけど、人間が昔歩いてた道沿いで今度また恐竜を研究するっていうのも不思議な巡り合わせっていうか、同じ生き物は常に同じことしてるんだなってちょっと思う時がありますよね。お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しは検索より相談だ。